ですね、実際取っていきますけども、酸素瓶、まず最初に持ち方ですけども、こうですね、指の腹と小指と薬指でこう持ってください。そうするとこの3つの指開きますね。この指でこうやって持ちましょう。こうすると安定します。で水を出します。でこのチューブの中に気泡が残っていると正しい酸素濃度を得られませんので、叩いたり、ちょっと握ってやったりして気泡を追い出しましょう。で追い出したらですね、ギュッとこのチューブを握ります。そうすると止まります。緩めると出ます。ギュッとやると止まります。最初これ止められない、ちょろちょろっとなってるとよくなりませんので、止められるようにちょっと練習何回かしてみてください。出したり止めたり。それができたなと思ったら、止めた状態でチューブの先端を瓶の底につけます。でゆっくり、最初から勢いよく出しちゃいけません。ゆっくり水を出していってください。今瓶の真ん中ぐらいまで来ましたけれども、ここまで来たら指を離して全開にしましょう。で今こう溢れ出てますけども、だいたいこの瓶の容量の3倍量ぐらいオーバーフローさせます。この時ですね、チューブの先端必ず底につけておいてくださいね。上の方にあるとここら辺の水が中入っていっちゃいますから、そこにつけて下から追い出す形にしてください。で3倍ぐらいオーバーフローしたなと思ったら、またチューブを持って少しずつ勢いを弱めながらちょろちょろちょろっと出していって、最後ピタッと止めて抜いてください。空中でポタッとした雫がこの中に入ってしまうとまた、値がずれてしまいますので、ピタッと止められるようにしてくださいね。で最後に蓋も湿らかして採水器閉めて、これで終了です。これができたらですね、蓋を閉めたくなっちゃいますけれども、蓋を閉める前に固定液、試薬を注入します。では吉村さんいいですか。吉村先生がですね、分注器を使ってこの瓶に入れてくれます。1液2液と入れるとこういった沈殿ができます。試薬を入れてもらったら瓶を蓋をしてください。沈殿できましたね。でこの沈殿と海水をよく混ぜるようにこうやって振りましょう。こうやっても混ざりませんので、こうやって転倒させましょうね。このようにつるっと手が滑って割っちゃうと悲しいですから、必ずこの瓶の首のところに指を当てて蓋を1本の指で止めると。でこれで振ってください。だいたい30回ぐらい振りましょう。最初白かった沈殿がありましたけども、酸素とくっついてちょっと褐色になってますね。酸素が多いと褐色が濃くなり、酸素が少ないと白っぽくなります。今日は表層の水なんでだいたい茶色っぽくなると思います。はい。で取ったらこのカゴに戻してください。じゃあだいたいここまでで質問大丈夫ですか。分かんない方はその都度聞いてください。で人数多いですから、3班が先にやって、その後4班をやるという形にしていきましょう。じゃあ3班の方ここ